皆さんこんにちは、小垣子です。今日はこちらのフライパンと目玉焼きのマッチングキーホルダーの作り方をお見せしたいと思います。このキーホルダーはくっつくキーホルダーになっています。材料はこちらになります。まず系統は家にあったものなんですけれども、どれもだいたい太さが同じになるようにと思ったんですけど、私の場合この黄色オレンジっぽい系統が若干この2つに比べて細いかなといった感じになります。で、この2つは多分、太さはライトなので日本でいう並太ぐらいの太さになるんじゃないかなと思います。今回使っていくかぎ針なんですけれども、白と黄色はちょっとしっかりさせたいな、キュッとさせたいなと思ったので、細めのかぎ針、5号3ミリのかぎ針で編んでいきたいと思います。で、フライパンはがっしりさせたいなと思うので、2本取りをしていくので、かぎ針はそれよりは太く、8号5ミリのかぎ針で編んでいきたいと思います。そして、あと必要なものは磁石ですね。私はクラフト用品屋さんから買ってきたんですけれども、小さめの磁石。私の場合はご参考までに、ちょっと光っちゃってるかな。だいたい直径1センチぐらいかなという磁石を使用していきたいと思います。これが2つ必要になります。そしてキーチェインですね。キーホルダーにしたいので上につけるキーチェーン。これは絶対なくてはいけないというわけではなくって、もしキーチェーンがない方は、閉まらない。よいしょ。キーチェーンがない方は、他の毛糸で鎖編みかなんかをして紐を作ったらいいんじゃないかなと思います。そしてあと必要なものは、とじ針、ハサミ、そして、段の最初が分かりにくいなという初心者の方は、ステッチマーカーがあった方が分かりやすいと思います。では、まず黄身から編んでいきたいと思います。今回のパターン、黄身も白身もフライパンもすべて編み始めは輪の作り目から始まります。輪の作り目はまず指に軽く2回糸を巻きます。それを引き抜いて、輪っかの中に針を入れて糸を持っていきます。そして鎖を1回。これで輪っかを固定して編んでいきます。で、今回のパターンは、輪を編み進めて編み広げていくんですけれども、今回は、段の最初と最後ですね、は引き抜き編み鎖1をして編んでいきたいと思います。ではまず、鎖1目、立ち上がりの鎖ですね、を編んで、輪っかの中に細編みを6目編んでいきたいと思います。1、細編み6目編み終わりました。そしたら、輪を縮める前に、まず最初に一番初めの細編みの上に針を刺しておきたいと思います。そしたら次、輪を縮めます。今、真ん中には糸が2本あるんですけれども、糸端を引っ張るとどちらか1本が縮んでいくと思います。ゆっくり引っ張ってみます。向こう側が動きましたね。そしたら動いた方の輪っかを持って、動かなかった輪っかを縮めます。そしたら次、糸端を持って今引っ張ってた輪っかを縮めます。そしたら次、編み始める前に、この糸玉についてる方の糸ですね。これを引っ張ってちゃんと針についている糸が伸びていないことを確認してください。そして引き抜き編みです。これで1段目が完成です。続いて2段目編んでいきたいと思います。立ち上がり鎖1をして、一番初めの目、今引き抜き編みをした目と同じ目ですね。ここにまず増し目、細編みを2目編み入れたいと思います。細編み1回編んだら、
ここで慣れてる方は必要ないかと思うんですけれども、ステッチマーカーを入れておくと、後で引き抜き編みの目が分かりやすいと思います。そして、今編んだところと同じところにもう一回細編みを編みます。そしたら隣の目は1目だけの細編み、1回だけ細編みを編みます。こんな感じで、増し目細編み、増し目細編みと2121と編んでいってください。最後の細編みまで編み終わりました。そしたら間違えてこの引き抜き編みの目に編み込まないように気をつけてください。で、細編みをすべて編んだら、この段一番初めの細編みの上に引き抜き編みをします。で、この時点でお持ちの磁石が、この黄身にちゃんと覆われること、カバーできることを確認しておいてください。そうしたらこれで私は大丈夫そうなので、糸端2、30センチ後で縫い付けるように残しておいて切ります。そして針をビーッと引っ張ります。これで黄身は完成です。続いて白身です。白身の編み方は1段目は黄身と全く同じになります。輪の作り目に細編みを6目編み入れた状態です。続いて2段目は、すべての目、増し目をしていきたいと思います。立ち上がり鎖1をして、引き抜き編みをした最初の目に細編みを1回、そしたらステッチマーカーを入れておきましょうか。よいしょ。1回、2回と編んだら、すべての目同じように2回ずつ細編みを編んでいってください。続いて3段目です。3段目は、増し目細編み、増し目細編みというのを6回繰り返していきたいと思います。引き抜き編みをした目から始めて、一番初めの目は増し目なので、もう一回同じ目に細編みを編んで、隣の目は細編み1目というのを繰り返していきます。続いて4段目、最後の段編んでいきたいと思います。白身をあまり大きくしてしまうとフライパンをもっと大きくしなきゃいけなくなってしまうので、小さめに作っていきたいと思います。4段目は、規則的に丸く編んでいただいてもいいんですけれども、ちょっとぐちゃぐちゃにしてと言いますか、こう形をいびつにして、ちょっとリアル感を出したいと思います。ここら辺はもう皆さんのフリースタイルと言いますか、好きなようにこうあっちこっち伸ばしたりへこましたりしていただいたらいいんじゃないかなと思います。では私は、まず立ち上がり鎖1をしたら細編みを1編みます。そしてステッチマーカー入れておきましょうか。そうしたら次、隣の目は長編みを2回編み入れたいと思います。増し目ですね。同じ目にもう1回長編みを入れたら、その隣の目は細編み1。そうしたらここから、よいしょ、3目は引き抜き編みをしたいと思います。隣の目。引き抜き編みはつりすぎないように緩く編むようにしてください。1、2、3と引き抜き編みをしたら、次、細編み1です。隣の目は、もう一回じゃないですね。長編みを2目の増やし目をします。1、同じ目にもう1回、2と編んだら、その隣ももう1回長編みの増やし目をしたいと思います。1、2、
そしたら次の目は細編みを1、引き抜き編みを1、そしたら次の目は、細編みで増し目をしたいと思います。同じ目に細編みを2回編み入れます。ここら辺はもう正確に私と全く同じように編んでいただく必要は特にないかなと思うんですけれども、次、隣の目は長編みで増し目をします。長編み、同じ目にもう1回、長編み、そしたらその隣からは細編みを、残りは全部細編みですね。細編みを5回編み入れます。1目ずつの細編みです。2、3、4、5と編んでいただいたら、最初の目に引き抜き編みをして、白身完成です。そしたら、先ほど編んでいただいた黄身とのバランスを確認して、これでいいかなということで、白身終了。白身はあとはもう、糸端を編み込むだけなので、そんなに長くは必要ないと思います。糸を切ってもらって、針に糸をかけてから引き抜きましょうか。これで白身完成です。そしたら、まず白身の糸処理をしていきたいと思います。私はこちらを表にしたいので、この糸端ですね。まず編み始めの糸端は表側にどっか針が刺さりそうなところ、ちょっと硬いんですけれども、針が刺さりそうなところに入れて、糸を表側に持ってきてもらったら、これはこう黄身との間に隠れるので、ここで切ってもらえれば OK です。続いて糸端の方ですね。糸端は、裏側を見てもらって、目立たなさそうなところに針を入れてもらいます。ちょっと糸じゃない、針が太いのかな。すごい硬いんですけど。針を入れて、よいしょ。引き抜いて、で、これも同じく中心部分に出したいと思います。で、針が通るかな。ここだと通る。こう出して、糸を切ったら、続いて黄身ですね。黄身は、磁石を入れるのを忘れないでくださいって当たり前ですね。磁石を入れてもらって、まずこの編み始めの方の中心にある方の糸端ですね。これは必要ないので切ります。そして磁石を挟む感じで、あとはここ真ん中に縫っていただいてもいいですし、ちょっとわざとずらしていただいてもいいですし、お好きなところに縫い付けていってください。黄身縫い終わりました。そしたら最後は、そうですね、なんかこう後ろにある黄色い糸のところに通してみて、でこの輪っかに通して止めて、もう一回ぐらいときましょうか。違うとこ。そしてこの糸端はこの黄身の中を通って前から出します。そしてちょっと引っ張り気味に糸を持って糸を切ってもらうと、糸端は黄身に隠れてくれると思います。これで目玉焼き完成です。では続いてフライパン作っていきたいと思います。
フライパンは2本取りにしたいので、毛糸の帯を取って、内側から出てくる糸と、この外側にぐるぐる巻きになってる糸ですね。これをそれぞれ拾いながら編んでいきたいと思います。ただ、黒い毛糸は、編み目がとても見にくいので、編み方の説明は、よいしょ、こちらの毛糸で、一本取りで説明していきたいと思います。フライパンの編み方、3段目までは白身と全く同じになります。輪の作り目に細編み6で始めて、次の段はすべて増し目、そして3段目は増し目細編みというのを6回繰り返してもらって、続いて4段目ですね。4段目は、まず最初、引き抜き編みをした目は細編み、編んでもらって、隣の目も細編み、そして3番目の目は増し目をしたいと思います。同じ目に細編みを2回。これを繰り返していってください。細編み、細編み、増し目になります。4段目、最後のところになっています。あと引き抜き編みをするだけなんですけれども、この時引き抜き編みは縮めないようにしてください。普段だったらこの引き抜き編みを目立ってほしくないので、こう縮めたりするかと思うんですけれども、こうしてしまうと次の段、あれはなんだっけ。細編みの裏引き上げ編みをしたいので、ここで目を縮めてしまうとすごく次の段が編みにくくなるので、引き抜き編みは普通のテンションで引っ張ったりせず終わらせてください。そしたらここで一回、このフライパンの大きさが目玉焼きをカバーするか、目玉焼きより大きいかを確認しておいてください。ここでまだ足りないなという方はもう一周しといてください。そうしたら続いて大きさが大丈夫だなということが確認できたら、フライパンの縁を編んでいきたいと思います。フライパンの縁5段目は細編みの裏引き上げ編みをぐるっと一周編んでいきたいと思います。まず最初立ち上がりの鎖1をしたら、一番初めの目、引き抜き編みをした目ですね。ここに前から後ろに針を入れるのではなくて、後ろから前に針を入れます。この時、糸は、一番後ろになるようにしてください。作品、針、糸の順番です。で、一番初めの目、後ろから前に針を出したら、そのまま2番目の目、隣の目に針を前から後ろに波縫いのように出します。そして糸をかけて持ってきます。ちょっと最初が一番やりにくいかもしれないんですけれども、糸を持ってきたら細編みですね。糸をかけて2本引き抜く。で、これが1番目の目なので、一応ステッチマーカー入れておきます。あとはこれの繰り返しです。2番目の目、後ろから前、そして3番目に出る。で、糸を持ってくる。引き抜く。これをずっと繰り返していってください。5段目最後のところになっています。一番最後は24番目に針を入れて、引き抜き編みの目のところに針を出したいと思います。なのでさっきここを緩くしておいたんですけれども、ここに出して、細編み。そしたら段の一番初めに引き抜き編み。これで5段目が完成です。そしたら一番最後、6段目ですね。6段目は、増し目をしていきたいと思います。なので、最初、鎖1で、一番初めから増し目をしましょうか。まず最初の目を増し目、細編み2回編み入れたら、その次の3目を1目ずつの細編み、細編み、細編み、細編みと編んでいきたいと思います。そしてこの増し目、細編み3というパターンを6回繰り返していきます。6段目編み終わりました。そしたらもうフライパン本体部分は終了で、続いてハンドル部分を編んでいきたいと思います。ハンドル部分はまず鎖5目編みたいと思います。1、2、
3、4、5。この鎖の長さがハンドルの長さになるので、もっと長いのがお好きな方は、長かったり短かったりするのがお好きな方は、ここで調節してください。で、鎖5目編んだら、細編みで編み戻っていきたいと思います。立ち上がりの鎖1をして、針から2番目。なので、ここですね。この裏山に針を入れて、細編み。そしたら、隣の裏山にも、細編みと5目編んでいってください。そしたら、もう一段細編みを編みたいと思います。鎖1をして作品をひっくり返したら、細編みを5目です。そしたら続いてこの細編み2段編んだところを半分に折って縫い付けていきたいので、糸端を2、30センチですね、残して切ります。そして針をビーッと引っ張ります。そしたら針に糸を通して、この細編みの上の線と下の線を縫い付けていきます。続いて、このままではちょっと安定感がいまいちなので、この細編みでできたハンドルを本体部分に何回か往復させて固定させます。そして持ち手の最後なんですけれども、最後は玉留めなんかをして、で、このハンドル部分に針を入れて、入るかな。で、出してもらって、で、糸端を切れば完成です。そうしたら最後、フライパンにも磁石をつけたいので、その磁石をカバーするものですね。これを編んだらおしまいになります。こちらの編み方は、白身の編み方の2段目までと全く同じになります。そして、毛糸自体はこのフライパンと全く同じ毛糸で編んだんですけれども、これは別にしっかりする必要がないので、1本取りで編みました。で、これを2段目まで編んでもらったら、磁石をカバーしつつ、あとは縫っていただいたら完成です。で、この時気をつけてほしいのが、磁石は S 極と N 極があるので、ちゃんと目玉焼きとくっつく方の磁石、どっちがくっつくかな。こうですね。くっつく方の面になるように縫い付けていってください。フライパンと目玉焼き完成しました。今回私はキーチェーンにしたんですけれども、このキーチェーンをつけなくて普通のおままごととしても可愛いかなと思っています。で、この裏ですね。裏をもっと完璧に綺麗にしたいなという方には一応オプションがありまして、私は2段目、増し目、細編み、増し目、細編み、増し目、細編みの全部で9目にしたんですけれども、そうじゃなくって12目、すべての目、増し目をすると、白身と目の数が同じになって、後ろ縫いやすい感じになります。この方がいいなという方はこちらでもいいんですけど、ちょっと黄身が大きいかなという気もします。お好みで。私が縫うのが下手くそっていう話もあるんですけれども、こんな感じになってます。はい。もしよろしければ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。